今回は、P61 ブラックウィドウを作りたいと思います。箱に年季が入っているな。はい、お察しの通り、古いキットです。内容は、特に問題がなさそうです。双動形式の双発機だからかなり大きめのキットだ。こういう古いキットは、パーツが揃ってるか不安だな。一応、説明書と照らし合わせて確認はしたつもりです。まず内装など機体に挟み込むパーツを処置しましょう。椅子、パネル、エンジンとか、比較的多い感じだ。試脚とか砲塔なんかもありますからね。それでは、塗装を始めていきましょう。内装は、ほぼジンククロメイトだ。プラの色が黒ですけど、この色なら問題なく発色します。先ほど、並べたパーツの他、胴体の内部も塗装します。これがまた結構な面積だな。地味に手間がかかったりします。そして、ボトルなど備品を塗り分けます。本当は、パーツで分かれてくれていると塗りやすいんだけどな。消火器は、あらかじめ白で下塗りして、赤色で塗り重ねます。黒の上からだと鮮やかに発色しないからな。エンジンは、グレー、シルバー、黒などで塗り分けが必要です。凹凸が激しいんで、これもまた手がかかりますね。なんせ、18気筒あるからな。プッシュロッドは、黒で塗装します。36本あるからさらに複雑だ。コツコツやっていきましょう。ケーキ類は、艶消し黒でひとまず塗装して、縁取りを艶消し白で取っていきます。あまりエッジが効いてないからブラッシングはできないな。エナメル塗料なので、後で余分なものを拭き取ろうと思います。最後に少し汚しておきましょう。黒を入れると重くなりそうなのでグレーを採用します。本当は、もう少し黒よりが良かったかもな。黒を混ぜて調節しても良いかもしれませんね。余分なグレーは、綿棒で拭き取っておきます。エナメルの溶液を少し含ませた綿棒だ。塗装の結果です。パーツの数が多い分、現代のジェット戦闘機に比べて時間がかかったな。はい、パネルや座席なども複数あるので必然的にそうなりますね。組み立ての前に一部デカールを貼る必要があります。デカールの劣化に備えた補強だ。3倍希釈したクリアでコーティングします。そして、本番の前の試験です。水に浸しただけでは崩壊しなさそうだ。プラ板にも無事貼り付けられました。これなら、大丈夫そうだ。それでは、実際のコックピット内部のデカールに着手します。こちらも大丈夫そうです。劣化具合の偏りとかなくてよかったな。無事貼り付けられました。一部を除いてデカールだけは失敗できないからな。はい、ほっとしますね。次に、キャビン部分を組み上げて、前脚、砲塔と共に胴体パーツに据え付けて収納していきます。なかなか良い具合みたいだな。はい、パーツの大きさが合わないなど歪みもありませんね。続けてエンジンを収納した左側の胴体に、主翼を取り付けていきます。うまくいったかなと思ったら、中身のエンジンが脱落してしまい、解体するわけにもいかず、ホットナイフでエンジンカウル部分を切り落として再度接合しました。接合部分が盛り上がってるな。削って、磨いてモールドの修復が必要です。というわけでモールドの修復です。円筒だからやりにくさがあるな。深さを一定に揃えたいので細心の注意で進めます。しかし、あらかじめホットナイフ買っといてよかったな。使うことになるとは思わなかったですけどね。キャビン部分と主翼を取り付けます。いよいよ大きくなってきたな。取り回しが大変になってきました。接合部分が綺麗になっているか確認するため、サーフェイサーを塗装してみます。かなり大きな隙間もあったから、しっかり確認する必要ありだ。仕上げの凸モールドの修復です。修復したいところにマスキングテープを貼って、サーフェイサーを盛り付けます。かなり削ったから修復箇所も大量だ。それでは、機体の塗装を始めます。黒いプラの上にセミグロスブラックだから、塗ったのか塗ってないのかわからんな。はい、なので、サーフェイサーの部分が指標になりますね。機体下部も上部も同じブラックですが、持ち手を確保できないので、片方を塗ったら十分に乾かして、他方を塗るようにします。急がば回れで仕方がないな。一度塗っただけで、相当サーフェイサーの存在感が消えました。さすが黒は凄まじい隠蔽力だ。
とはいえ、1回だけでは当然完璧ではないので、他の色と同じように複数回塗り重ねます。ただ、回数は少なく済みそうだ。はい、ご覧の通り、もうどこが継ぎ目だったか、探さないとわからないレベルになってきました。3回くらいで塗装完了しそうだな。こんなに楽に塗装が終わる回なんてあったかな。回数はそうなんですけど、ハケムラの目立ちやすさはシルバー並みなんで、苦労します。なんとか許容範囲のレベルまで、収めることができたかなと思います。若干は、仕方がないけどな。気になるところは、個別に抑えましょう。一番広い平面となる、主翼がやはり弱点なので、4回目の塗装を施します。そして、その次はデカールか。本来はデカールを貼るところですが、どうもうまくいく気がしなかったので、翼状のラインを塗装で実現します。自分で適切な大きさ、太さに切り出して、貼らないといけないやつだからな。加えて、きちんと左右対称をキープしないといけないです。それでは、デカールの貼り付けを進めていきましょう。小さなものは特に問題なく貼れたが、大きめのやつはどうなんだろう。水に浸した時点では問題なさそうですね。どうやら問題なく貼れそうだな。はい、思いのほかしっかりしている気もします。昔のデカールではありますが、トツモールドヘのフィット感は、結構好きですね。意外に柔軟だからな。次に尾翼につける帯のデカールです。ここの造形の彫りは、かなり深い。これは、かなり難しいですね。溝の部分で切り離してもいいですが、水に浸してしまったからには、もう手遅れです。なので、せっかくですが、デカールは取りやめて塗装します。ただのストライプに過ぎないから、マスキングでなんとかなるもんな。白と赤で2回やる必要はありますが、こちらの方が、結果的にうまくいきそうです。そして、残りのデカールの貼り付けを進めていきましょう。問題は、透明な部分だな。ブラックの上だと発火がかなり気になりますからね。デカール貼りが一段落した後は、その他のパーツの塗装です。この時代の機体の例に漏れず、数自体は少なめだな。各パーツのカラーリングは、今までのものとそう変わらないです。内側はジンククロメイト。外側は、セミグロスブラックだからな。タンクは、ニュートラルグレーかブラックの2択ですが、ブラックを選びました。説明書では、どっちでも OK ってことだったからな。プロペラは、ひとまずセミグロスブラックで塗装して、先端は、黄色になります。しっかりモールドで目印があるから、マスキングは不要だ。ホイールは、シルバーで。タイヤは、いつもの通りタイヤブラックです。最後は、作業員。作業服をサンディブラウン。肌は、それより少し明るいタンを採用。髪の毛をウッドブラウン。靴を艶消し黒で塗り分ければ完成です。塗装の後、デカールも貼り付けて、このような形になりました。作業員やタイヤは、少し汚しが必要かもしれないな。組み付けの前にやっておきましょう。まずは、かさばらないパーツから取り付けます。フラップだな。そして、ギアカバーを取り付けます。カバーのフックが噛み合うから、しっかり取り付けられて助かるな。ここでまたも困ったことになりました。なんと、この格納スペースのカバーがありません。パーツ全体を映した動画をチェックしてみたが、もともと、欠品してるみたいだな。どうしようもないので、作ってみました。内側の造形は合ってるのか？後で説明書を見たら、違ってました。最初に見とけばよかったな。そこは容赦しておいていただいて、合わせてみましたが、きっちりフィットします。そして、空いた状態で接着しておきたいと思います。一時は、ここまで来て、欠品のせいでギブアップかと思ったぞ。最後は、風防の塗装です。中央に格子が入っているから、複数回マスキングしないとな。ちなみに風防のパーツは、大きいものをあらかじめ切り離して小さくしています。機体に取り付けるとき、歪んで隙間ができたりしないようにするためだな。完成した風防を取り付ければ、全工程が完了です。ノースロップ P61 ブラックウィドウ完成です。黒い機体が重厚さを感じさせる渋い機体だ。独特な形状も魅力的ですね。ただ、キットは、なかなか荒削りでした。
解説はしなかったが、機種のパーツの合わなさ加減は、かなりのものだったし、キャノピーも全然形が合ってなかったからな。埋めたり削ったりの作業量は、膨大でしたね。この尾翼の帯もそうでした。デカールを水に浸す前に、ヒンジの形に合わせて切り取れば、うまくフィットしたかもしれんがな。機体下部は、このような感じです。ジェット機みたいに武装が吊り下げられてなくても、なかなか存在感あるな。本当にここのカバーについては、ヒヤリとしました。なしでも最悪なんとかなるが、できるだけ避けたかったからな。というわけで、滑ったり、転んだりの制作過程でしたが、なんとか完成までこぎつけることができました。最近のキットにないスリルが味わえるから、一粒で二度美味しいけどな。最悪、制作を諦める形になるので、なるべくなら安定してほしいところですけどね。さて、次回も少し古いキットに取り組みたいと思ってます。じゃあ、またレシプロ機か。いえ、今度はジェットですし、メーカーも信頼できそうなので、波乱は少ないのではないかと思います。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。